九尾の狐というと、漫画ナルトの鞍馬や方針演技で陰陽町を滅ぼした幼女の脱起、平安時代末期に鳥羽上皇を惑わせた玉物前など、多くの人が恐ろしい妖怪を想像すると思います。しかし最古級の記録に立ち返ると、九尾の狐は最初から悪い妖怪として描かれていたわけではありません。むしろ太平の世に現れるめでたい存在と解釈された時代さえありました。さらにもう一つ不思議なことがあります。九尾の狐はなぜ決まって美女の姿で語られるのか。今回は九尾の狐の最古の記録から、この存在がどう変わり、なぜ女の妖怪になったのかをたどります。九尾の狐の最も古い記録の一つは、古代中国の書物仙外経にあります。仙外経は山や海、そこに潜む獣や神々を記した紀元前4世紀から3世紀頃の地理書で、長い年月をかけて複数の人の手で書き継がれたと考えられています。その中の南山経にこう記されています。清宮の山に獣がいる。その形は狐のようで、尾は9つ。声は赤子のようであり、人を食う。これを食べた者は邪気に侵されなくなる。9つの尾を持ち、赤子のような声でなく、しかも人を食う。かなり不気味な存在です。ただし実はこの人を食うという部分には、原文の読み方が2通りあることが指摘されています。原文は農食人、食者不幸と続きますが、よく人を食う、これを食べた者は孤独に侵されないとも、よく食す、人がこれを食べれば孤独に侵されないとも読める。つまり九尾の狐が人を食うのか、人が九尾の狐を食べるのかで存在の性格がかなり変わります。どちらが正しいかは今も研究者の間で解釈が分かれています。仙外経の別の箇所太閤統計にも九尾の狐は登場します。これらは清宮の国に狐あり、九尾と簡潔に記されているだけです。ですが4世紀の学者角博がこの箇所に重要な注釈をつけています。太平の時にいでて隋をなす。世の中が平和の時に現れるめでたい存在。同じ仙外経の中でも不気味な獣と隋獣、両方の顔が同居しています。隋獣としての九尾の狐は中国の古い伝承にさらに具体的に現れます。中国最古の王朝夏王朝の始祖とされる禹。治水事業で知られるこの伝説的な王は30歳を過ぎてもまだ妻をめとっていませんでした。五越春秋によれば、禹は登山という国で9つの尾を持つ白い狐に出会い、これを吉兆と解釈して登山氏という部族の娘をめとったとされています。その場で歌われた歌がこう伝わっています。白い狐は静かに歩み、9つの尾はゆったりと揺れる。家をなし室を設ければ都はいよいよ栄えるであろう。だけではありません。殷の東王が天使になった時にも白い九尾の狐が出現したと伝九史は伝え、魏の文帝の時代にも九尾の狐の目撃が記録に残っています。装飾の上表文には体長7尺、赤子色で数千の狐を従えた巨大な九尾の狐を目撃したという報告があります。ここでの九尾の狐は恐ろしい妖怪ではなく、王朝の繁栄を示す吉兆として描かれています。漢代の白虎通では九尾の狐を徳の高い皇帝のもとに現れる隋獣とし、9という数に子孫繁栄の意味を重ねています。興味深いのは日本でも同じように扱っていたことです。平安時代の延喜式の正髄の項目には九尾の狐は神獣なりと記載されています。中国でも日本でも九尾の狐は王権と繁栄の象徴だった。では、いつなぜ妖怪のイメージが強くなったのでしょうか。脱起、陰陽町を滅ぼしたとされるこの美女の物語が
キュービの狐のイメージを決定的に変えました。現時代の武王伐仲平和や明時代の小説方針演義でダッキの正体がキュービの狐であるという設定が広まります。ダッキは中央を惑わせ残虐な刑罰を楽しみ、国を傾かせた悪女として描かれ、その正体がキュービの狐だったという設定が定着したことで、美女に化けて国を滅ぼす妖怪という強烈なイメージが生まれました。ただしダッキとキュービの狐が最初から一つの存在だったわけではありません。仙外教のキュービコは美女に化けて国を滅ぼす妖怪としては描かれていない。この結びつきは後世の物語の中で形作られたものです。ではなぜ随従だったキュービの狐が悪役に選ばれたのか。理由の一つは王朝が滅ぶ原因を説明するのにキュービの狐が非常に都合の良い存在だったからだと考えられます。国が滅びる本当の理由は政治の腐敗や王の失勢、積み重なった混乱にあります。しかし物語の中ではそうした複雑な原因をそのまま語るよりも、王が怪しい存在に惑わされたからだとした方がはるかに分かりやすくなります。しかも狐はその役を与えられやすい動物でした。同じく随従として知られる竜や鳳凰、麒麟は現実にはいない遠い世界の存在です。高貴すぎて物語の中で悪役にしにくい。一方狐は人の暮らしの近くにいる現実の動物です。身近でありながらどこか賢く、夜に現れ得体が知れない、神聖な存在にもなれるし不気味な存在にもなることができます。中国では時代が下るにつれて狐に怪しいイメージが重なり、年を経た動物は怪異に変わるという思想も加わります。19世紀に書かれたコリエン前伝になると、1000年修行すると尾が1本増え、1万年修行をすると黒かった毛が白くなるという設定まで生まれました。こうして狐はただの獣でも完全な神でもない、人と異界の間を行き来する存在に変わっていきました。ここでもう一つ見落とされがちな問いがあります。キュービの狐はなぜ決まって美女の姿で語られるのか。仙外教のキュービコに性別の記述はありません。にもかかわらず後世の物語でキュービの狐は圧倒的に女として描かれています。ダッキ、玉物前、クミホ、いずれも美女に化けて男を惑わせる存在です。これは偶然ではなく、物語がキュービの狐に求めた役割に原因があります。王朝が滅ぶとき、その原因は本来複雑で地味な原因の積み重ねです。しかし物語の中ではそれらをすべて王が一人の怪しい美女に惑わされたからだと凝縮した方が圧倒的に強い物語になります。つまりキュービの狐が女性なのではなく、国を傾ける存在として物語化するとともに、キュービの狐に美女の姿が与えられました。そう、順番が逆なのです。男性中心の政治秩序が崩壊するとき、その原因を怪しい女の姿に投影する。中国語で今もコリセイが男をたぶらかす女の別称として使われていること自体、この連想がいかに根深いかを物語っています。キュービの狐は男の権力が自らの破綻を外部化するための非常に便利な器だったのかもしれません。日本ではキュービの狐といえば玉物前です。平安末期の鳥羽院に仕えた絶世の美女、その正体が狐であったという物語は中世の神明鏡や玉物前の造詞に見られます。ただし玉物前イコールキュービの狐という姿は最初から完成していたわけではありません。なぜなら室町時代の作品では玉物前の正体は尾が2本の七尺の狐と描写されていて、キュービとは明言されていないからです。玉物前の正体がキュービの狐であることが定着したのは江戸時代以降です。中国のダッキイコールキュービの狐の物語が取り入れられ、高井蘭山らの絵本三国陽譜伝などの作品で現在の形になり、さらに江戸後期にはその完成形が読本として広く読まれ、
歌舞伎、浄瑠璃、浮世絵にも展開しました。ここで面白いのは、同じ江戸時代に曲亭馬琴がこのアッコ一色の見方に異を唱えていることです。馬琴は南宋里見八犬伝で善玉の九尾の狐を登場させ、九尾の狐は本来随従であり、悪い妖怪という話は後世の俗説に過ぎないという考証を展開しています。200年以上前にすでに九尾の狐は本当に妖怪なのかという問いは立てられていたのです。国は変わって朝鮮半島では九尾の狐は久美穂と呼ばれています。美しい女性に化けて男性を誘惑し、肝や心臓を食べるとされる恐ろしい存在ですが、韓国の物語にはもう一つの顔があります。人間になりたい。1000人分の命、あるいは長い修行を経れば狐は人間になれる。口から古樹という玉を出し、その玉で人間の気を集める。こうした伝承が韓国では広く親しまれ、近年のドラマや映画でも久美穂は繰り返しモチーフになっています。恐ろしい存在でありながら人間に憧れる悲しい存在でもある。これは中国や日本の九尾の狐にはほとんど見られない韓国独自の要素です。さらにベトナムにも九尾の狐の伝承があります。ハノイの西湖に住んでいた九尾の狐が原天陳武神によって退治されたという話で、現在もハノイの神武館にその伝説が残っています。中国では国を滅ぼす妖狐、日本では帝を惑わす化け物、韓国では人間への憧れを帯びた異形のもの、ベトナムでは湖に潜む退治されるべき悪獣。同じ九尾の狐がそれぞれの文化で全く違う物語を与えられているのです。九尾の狐は本当に妖怪なのか。古代の記録では恐ろしさとめでたさの両方を帯びた存在でした。それが長い時間をかけて王朝滅亡を語るための悪役を与えられ、国を傾ける美女という姿に凝縮されていった。随従が妖怪になり、獣が美女になる。そこには人が異形に何を見出し、何を押し付けてきたのかという歴史が映し出されているのかもしれません。次回は仙外教に記された姿を見ただけで災いを招くとされた異獣たちを紹介します。異形奇譚、また次の夜に。